ご理解第72節。人間を軽う見な、軽う見たらおかげはなし。人間を軽う見られぬように言うことなすことに心しなければなりません。軽う見られることは軽う見た人がおかげはなしということになるのですから、慎まねばなりません。他人が軽う見えるときには自分を尊大に思っておるときです。自他友の助かりのためにも他人も神の氏子と見、自分をクズの子と見ることです。師匠が自分をクズの子ですと見ることですと教えておられますが、自分自身を自分でクズの子と見る。これはいいのですけれども、神様がご覧になって、神様から、この人はクズの子だと見られたのではいけないというようなことを教えておられましたね。ある先生が見ること、自分を見ることと教えてくださいました。自分を見る。そして自分を見て自分で自分の至らないところを発見する。そしてそこを改まっていく。そういう精進の繰り返し、積み重ねというのでしょうか。それを求められていると思います。そういう意味でのクズの子、我の自覚。これは大切だということですけれども、またの師匠の見教えに、人から笑われても神様から笑われてはいけないといったような見教えがありますね。人様からはどんなに笑われてもよい。人様からはどんなにある意味あの人はクズの子だと、ダメな人だと言われようがそれは構わない。けれども神様から笑われるようなことがあってはならないということなのですね。神様の目を気にしておられるわけです。それこそ神様からこの氏子はもうダメだとさじを投げられるようなことではいけないということですけれども、神様の目を気にしての一日というのでしょうか。神様は私どもの心の内を見ておられるものですね。そしてまた私どもの心の内にどういう心根を持っているか、その私どもの腹を見ておられる。天地一目に見ておるぞと言われますけれども、どういう中にあっても私どもを見ておられる。あれは何でしたか。神様ご昇覧の世界ですか。神様の目から隠れることはできない、逃れることはできないと悟って神様の私どもをご覧になっておられる。神様が私どもがたとえ嘘をついてもその嘘などはすぐ見破ってしまわれる。そういう神様からいわば見抜き見通しに見ておられるのだということが
やっぱりわからなければなりませんね。とても小手先のことでは神様には通用しない。私どもの誠真心を持って神様に接する以外にはないのだと。そしてその神様が私どもの誠真心を見ようとしておられるのだと。そしてさらに時々刻々において神様が私どもの心の内を見ておられる。ということ、神様が私の心を見抜き見通しだ。という実感をいただけれる信心でありたいものですね。そしてそこにはよこしまな考えや楽をしようという考えやそういうものもすぐ神様に見抜かれてしまう。だからとてもそういう考えは持てないと、悟るというのでしょうか。神様と私どもとの間柄というものをそういう身近なものに師匠は感じておられたのではないでしょうかね。何か神様が遠くにおられる人のように感じている間は、とても神様が私どもの心を見透かしておられるとかいうことは感じませんね。どうせ遠くにおられるからこれくらい悪いことをしてもわからないだろうというぐらいなものでしょう。しかし神様と密接な関係にあるということを実感しておれば、とても神様から見ておられる、神様が見ておられる、神様の目を気にせずにはおれませんね。ある意味それほどしに神様と近い間柄になっておられたということ、また近い間柄になれということでもあろうと思いますね。家業の行と教えてくださいますが、日々の生活その一つ一つの中に教祖様は神様のお指図のもとに田植えをなさり、あるいはさまざまなことをしておられましたね。そういう日々の生活の中に、日常生活の中に神様のおかげをいただいてさせていただいているという実感があって初めて神様を身近に感じている。神様の目を身近に感じているということができるようになるのではないでしょうかね。ためにはやはりここに行き着くのですけれども、今ある成り行き、これから私どもの身の上に起こってくる成り行き、その中にそれこそが神様のお働きである。その成り行きを通してでも神様が私どもに目を向けておられる。さあこの成り行きをこの氏子はどういただくだろうかと、私どもの一挙手一投足を神様がご覧になっておられると思えれるほどしの神様をいただいていかなければなりませんね。ためには一つ一つの成り行きの中に神様のご真意があるのだと、その一つ一つの成り行きを尊び大切にさせていただくという
信心の稽古からそういう神様を身近に感じる心もいただけてくるようになると思いますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。